新生年金という不思議な生物を探るため、梅雨の晴れ間を選んで林の中に入り、木の間から漏れる光を頼りに落ち葉や朽ち果てた倒木などの表面を丹念に探してみると、新生年金の色とりどりの子実体を見つけることができる。これはヘビヌカホコリと言われる年金の子実体。年金の和名の後ろにはホコリという名がつくが、それは子実体に風が当たるとまるでホコリのように胞子が飛ぶからである。これはウリホコリ。年金の和名は子実体の形や色から名付けられている。松笠にも土栗骨ホコリが見つかった。白軸キモジホコリ、アリよりも小さい。1センチを超える紫ホコリ。紫ホコリの胞子が風に乗って飛ぶ。これが紫ホコリの胞子。これから発芽から子実体形成に至るまで環境に応じてさまざまに変化する新生年金の生活史を動きの中で追ってみよう。発芽が近づいて胞子の中の動きが活発になってきた。胞子からアメーバ状の細胞が誕生した。原生動物のアメーバのようである。このアメーバ状細胞は水分が多いところで鞭毛を持った有層細胞になり、自由に泳ぎ回る。こちらは鞭毛の根元に目のような核を持っているゴマシオカタホコリの有層細胞。鞭毛は2本あるが、もう1本の鞭毛は短く、体に密着しているのでよく見えない。動物の精子などでは鞭毛を後ろにして進むが、有層細胞は鞭毛を前に触覚のようにして進んでいる。有層細胞は水分が少なくなると鞭毛を引っ込めて年金アメーバに戻る。有層細胞と年金アメーバの2つの形態は水分の量に応じて決まる。年金は進化の上ではバクテリアなどの原核生物から角膜を持った真核生物が現れた頃に発生したもので、その生活史の中にアメーバの時期がある。動物と植物の中間型とも言えよう。真核細胞である年金アメーバは原始的な角膜を持たない原核細胞のバクテリアなどを捕食し続ける。その方法はアメーバの移動の研究などで知られるゾルゲル変換と言われるもので、ゲル状の外側がゾル状になりバクテリアを取り込んでいる。年金アメーバは分裂して増殖する。次から次へと分裂を繰り返しながら増え続ける年金アメーバ。しかし水分が多すぎたり餌の不足や乾燥など生育に適さなくなると、有層細胞や年金アメーバは細胞壁を作ってシストと言われる形になって休眠し、環境が良くなるとシストは再び有層細胞や年金アメーバに戻るのである。新生年金は動物や植物などの細胞と同様にミトコンドリアを持っている。ミトコンドリアは呼吸に必要な酵素系を持っていて、細胞内のエネルギー工場と言われている。エネルギー源となる ATP はミトコンドリアの内膜のクリステで生成される。中央に核を抱えたミトコンドリアのクリステは普通板状である。それに対し
およそ2ミクロンの新生年金ミトコンドリアのクリステは管状になっている。またミトコンドリア核は普通の量の約10倍もある。新生年金のミトコンドリアは今注目され、分裂、増殖、融合など全生活史の機構が解明されつつある。分裂し増殖を続けていた粘菌アメーバはやがてお互いに接触し始める。粘菌アメーバは相手を選び、交配型の異なるもの同士が融合する。これは性的な接合である。ここに融合直後の核を2つ持った細胞が見られる。この2つの核もやがて融合して1つになる。2つの核が融合し1つになった。この核は染色体を2組持つ2倍体になっている。融合した核が2倍体のまま分裂して2核になった接合子。2倍体の接合子は今までの1倍体の粘菌アメーバとは異なった行動をとる。接合子は他の接合子と融合し大きくなっていく。下から上がってくる2核の小さな接合子。これが右側の大きな接合子と矢印のところで融合する。性的な接合とは違い、ここではもう核の融合は起こらない。こうして接合子は次第に大きくなっていく。多数の核は約10時間ごとに同調しながら分裂して数を増やす。しかし全く細胞は分裂しない。核をたくさん持った一つの巨大なアメーバ状の細胞、これを変形体と呼んでいる。内部には数を増やした核、ミトコンドリアなどの細胞小器官が混然一体となっている。その外部は粘液質に覆われ、ねばついているため粘菌と言われるようになった。変形体は周りにまとわりつく仲間に対し意外な行動をとった。食べてしまうのである。食べられる粘菌アメーバ。粘菌アメーバは瞬く間に食胞に取り込まれていく。次々と粘菌アメーバが食べられていく。取り込まれた粘菌アメーバは食胞の中の消化酵素群により栄養化され、次第に小さくなっていく。もともとは兄弟の関係であった粘菌アメーバは2倍体になった変形体の身近な餌なのである。変形体内部には消化され小さくなった球形の粘菌アメーバやバクテリアが多数見られる。黒い球形となった粘菌アメーバが外部に排泄される。排泄された元粘菌アメーバ。粘菌アメーバを食べ続ける変形体。一方、融合する細胞も見られる。融合する細胞。融合した細胞は核が2倍体の接合子と考えられる。1倍体の粘菌アメーバは食べられてしまうからである。この認識は細胞膜の表面で行われる。変形体は貪欲に身近にいる粘菌アメーバを食べ、また接合子とは融合を繰り返しながら大きくなっていく。共食いと融合は周りに餌がなくても大きく成長するための巧みな仕組みと言えよう。成長した変形体の原型質は反復した流動を始める。
約300倍の速さで見る白絵の肩ほこりの白い変形体。1ミリにも満たなかった変形体は手のひらぐらいの大きさになり、リズミカルな反復運動により前進を続ける。成長時期の変形体は餌となるバクテリアなどが繁殖している湿気の多い暗い場所を好んでいる。倒木の上を1時間に約1センチの速さで進む文字ほこりの黄色い変形体、約300倍の速さで見ている。これを普通の速さにしてみると、原型質のゾル状の流れがわかる。流れは一定の時間進んだ後で一旦止まり、そして後退するという周期的な往復運動を行っている。カバーグラスを透かしてみると、他の生物にはない速い原型質の流れの中にさまざまな物質が認められる。変形体の流れを見やすくするために赤い色素の中性赤で染色してみた。この原型質流動の原動力はアクチンとミオシンの滑り運動によるもので、これは我々の筋肉細胞の収縮の原型となるものである。さらにカバーグラスを押し付けると、流れの中の内容物が見えてきた。下から白く丸い収縮胞とともに上がってきたのが変形体の主体である多数の丸い核である。丸い核の中に核小体が黒く見えている。流れの脇にいる黒い米粒のように見える多数のミトコンドリア。ミトコンドリアは同調して増殖している。変形体の一部が壊れ、外に出て丸くなった多数のミトコンドリアと2つの細胞核。電子顕微鏡で見たミトコンドリア。ミトコンドリアの中にも DNA 遺伝子とタンパク質からできたミトコンドリア核がある。分裂中のミトコンドリア。ミトコンドリアの核も分裂する。中央にひょうたん型の分裂途中のミトコンドリアが見えるが、カバーグラスで押さえつけられたため分裂まで至らなかったと考えられる。生物進化の重要な鍵を握っているミトコンドリア。変形体の原型質の流れの中で何億ものミトコンドリアは ATP を供給し続けているのである。この大きなエネルギーに裏打ちされた動物的なアクチンミオシン系の運動によって、新生年菌は代謝のための原型質流動を発展させてきた。高度に進化した多細胞生物の循環系との対比はどのように考えたらよいのだろうか。血管に似た原型質のゾル状の流れ。この流れの速度を約300倍の速さにしてみると、流動のリズムが細胞全体に見られるようになる。原型質流動のリズムを伴いながら、巨大な多核の単細胞の変形体が進んでいく。温度の低下や乾燥など環境の悪化に対応し、変形体の動きが変わってきた。移動を停止し、奇妙な動きを始めている。休眠した変形体を筋核と言っている。筋核は数個の核を含んだ細胞に分割されている。水分や温度など環境が良くなると、一斉に筋核の細胞が目覚め始める。仕切りの細胞壁が消え、
再びリズムを持った大きな一つの細胞に戻っていく。筋核は端の方から変形体に戻り、周囲に広がり始めた。あふれ出るようなエネルギーを持った先端部、扇状に押し広げながら進んでいく。この変形体先端の内部を普通の速度にしてみると、巨大な樹木を思わせる樹脂状に広がった変形体の中を細胞小器官が流れる。それらは隅々にまで浸透し、全体が統一した見事な秩序を生み出している。同じタイプの変形体は融合する。お互いの原型質は混ぜ合わされ、やがて太い幹状のものが形成されていく。こうして変形体はより大きく強力になっていく。リズミカルに広がる変形体。先端を扇状に広げながら前進し、独自の美しさを作り出している。倒木の上をバクテリアやカビなどを取り込みながら進む変形体。変形体は餌がなくなったり、湿度や温度など季節の変化を感じ取ると行動が変化する。子実体形成期には光を求め、比較的乾いたところへ急速に移動し始める。そして適当な光に当たると子実体形成に向け立ち上がる。これまで多数の核を持つ一つの巨大な細胞であった変形体は、頭部で核を一つずつ持った多数の胞子に分化する。子実体形成は落ち葉や倒木の上など比較的明るく乾燥したところで行われる。光を受けた変形体は環境条件が安定している夜の間に子実体形成を行うことが多い。変形体は一夜にして数えきれないほどの胞子に変わってしまうのである。立ち上がりから子実体が黒くなるまで約8時間かかった。膜表面に炭酸カルシウムなどの老廃物が出され、文字ほこりの場合は黄色くなる。高さ2ミリの文字ほこりの子実体。さらに近づいて観察してみよう。このリズミカルな動きは子実体形成後期まで続く。胞子形成に先立ち、この原型質の中で2倍体の核が1倍体となる原数分裂が開始される。原数分裂が終わり、新しい組み合わせの1倍体の染色体が出来上がるのは発芽する時である。この中で多核の大きな細胞であった変形体は一つずつ核を持つ多数の胞子を形成する。黒くなった後、役目を終えた炭酸カルシウムは結晶体を形成する。乾いていく膜の上に次々と現れる黄色い炭酸カルシウムの結晶体。
結晶のでき方は様々で、粘菌の種類によって違っている。薄い膜の下には胞子がびっしりと詰め込まれている。こうして遺伝子を中に秘めた球形の何十万もの胞子が完成した。胞子は風に飛ばされたり虫に運ばれたりした後、適当な環境条件を待ち、やがて粘菌アメーバを誕生させるであろう。これは細柄のぬかほこりの子実体。乾燥によって中身が胞子を飛ばしながらあふれ出る。胞子を一気に弾き飛ばす細い毛を細毛体と言っている。ねじれ運動を起こす細毛体に近づいてみると、螺旋状によじれている弾力を持つ構造が見られる。胞子と螺旋状の細毛体。子実体の乾燥により細毛体が一気にほどけ胞子を弾き飛ばす見事な仕組みである。まるで血管のように見える真っ赤な変形体。脈拍に似たリズムを感じさせながら、倒木の上を栄養を取りながら進んでいく変形体。危険な自然環境にさらされると、直ちに生命を保持する行動を取り始める。休眠体の菌核である。厚い細胞壁がダニなどの害を防いでいる。これらの菌核は再生に適した自然環境を待ち続ける。梅雨明けの7月末、新生年菌を探しに標高1200メートルの原生林を訪れた。新生年菌は分類学的には変形菌と言われており、世界で800種、日本では400種を超え、新種も毎年10種ぐらい発見されている。岩の上に黄色の変形体が見つかった。雨でびしょ濡れになった地面を嫌って這い上がってきたものと考えられる。大きい変形体になると1メートルを超えるという。枯葉の間に小さな変形体が見つかった。粘菌の小さな変形体や子実体を見つけるコツは、注意深く舐めるように探すことである。岩一面にできたたくさんの子実体。きれいに並んでいるこれらの子実体は軸ほこりである。近づいてみると、白い柄の上に瑠璃色に輝く頭部が美しい。ワイングラスのような白杯ほこり。杯の中に白い炭酸カルシウムの結晶体と黒い胞子が詰まっている。同じように白い炭酸カルシウムの結晶体に覆われた肩ほこりの子実体。植物の茎に行儀よく並んでいる白柄の肩ほこり。その形から名付けられたガマグチフクロホコリ。網状に広がったヘビヌカホコリの子実体。びっしりとくっついた寄り添いフクロホコリ。体の外側に無色透明な胞子を散りばめた
純白の角誇りの子実体。森の中にはさまざまな形と色の粘菌が幻想的ともいえる佇まいを見せている。水脈を生む山頂近くの林の中で、10億年も前にこの地球上に発生した新生粘菌の巨大な変形体がうごめいている。新生粘菌は有層細胞、粘菌アメーバ、シスト、そして変形体、菌核、胞子など変幻自在に環境に適応しながら今に生きている。高度に進化した複雑な多細胞生物とは全く異なった原始的ともいえる生き方の中に進化の謎を解き明かす鍵を秘めながら、大量のミトコンドリアが作り出すエネルギーに満ちたこのリズムは何を訴えているのであろうか。